UV レジンジェリーフィッシュキーボード。皆さんこんにちは、パルチャンネルです。今回はオールクリアキーボード第3弾、クラゲをイメージしたキーボードを作っていきたいと思います。オーロラフィルムを全面に入れて、うるうる感とオーロラの反射が美しいキーボードとなりました。文字キーのところにはクラゲをペイントして幻想的でアーティスティックな仕上がりと、レインボーに光るこちらのキーボードとの相性もバッチリです。それでは今回使用する材料です。オーロラファイバー、オーロラフィルム、オーロラのものをたくさん集めてみました。こちらオーロラのビーズ、これをですね泡のように見立てて、こちらのファイバーは触手のように見立ててみようかなと思います。そして、前回も使用したフォージ63キーボードですね。そして、キーキャップのシリコンモールドです。こちらの詳しい使い方は過去動画をご覧ください。そして、今回はですねこちらの UV レジン液を使用したいと思います。グリーンオーシャンさんのマサルの涙です。ミラーパープル、こちらのフィルム、オーロラ感がとても綺麗で、こちらがフェアリーブルー、一つずつ紹介していきたいと思います。この2つは透明のタイプのものです。そして、こちらがマーメイドブルー、こういった質感のもので少し柔らかめの素材ですね。こちらは不透明のものとなっております。そして最後にオーロラパープル、こちらも柔らかい素材で、不透明のものとなっております。今回のベースになるこちらのフィルム、最近では氷ネイルやウルールネイルなどとしてよく使用されていますね。概要欄に記載しておきますので、よろしければそちらをご覧ください。それでは、デザインのイメージを作っていきたいと思います。いろいろフィルムを並べてみて、デザインを固めていきます。今回ですね透明のフィルムを真ん中に置いて、その他のキーキャップを不透明のもので仕上げていこうかなと思います。グラデーションをどういう風に作るかというのをかなり考えて迷ってしまった感じですね今回は。そしてこのファイバー、ふんだんに使用したいなと思っております。クラゲっぽく見えますよね。そしてこちらのビーズも泡に見立ててグラデーションにしていこうかなと思います。ではこちらサンプルを作っておきました。それぞれのフィルム見え方が違いますので、それぞれのカラーを作ってどこに色を配置しようかななんて考えながら並べていきます。そして、今回クラゲをペイントしようと思いますので、こういったイメージの下書きを書いておきました。それではフィルムをカットして下準備をしておきます。キーキャップの大きさにカットして四隅を配置しやすいようにカットしておきます。こちらはですね大体の大きさで大丈夫かなと思います。以前使用したフィルムよりもかなり柔らかい素材ですので、フィットしやすいかなと思います。こちらのフェアリーブルーという薄いフィルム、これがですね一番扱いが難しかったです。一番薄くて柔らかい素材でしたのでカットするのも結構大変でした。はい、それではこんな感じで、全てのキーキャップに入れられるようにフィルムをカットしておきます。これだけでも綺麗ですよね。そして、フィルムの切れ端は封入パーツとしても使用できますので、こういったケースに入れて取っておきました。ネイルなんかにも使用できます。こういうデザインがありますので、切れ端もしっかり有効活用していきたいと思います。それでは早速文字キーを作っていきますが、今回はこちらの一番下の段から作っていきます。下から上にかけて泡のグラデーションになるように作りたいので、まずは3524のモールドを使って作っていきます。接続パーツのところにレジン液を流し込んだら、ミラーパープルのフィルムを乗せて硬化します。そしたらこちらのキーキャップのところにレジン液を少し流して、オーロラビーズをこのくらい入れます。一番下の段には9個から13個ほどのビーズを入れてたっぷりめに使用していきたいと思います。そしたら、先ほどの接続パーツを入れて硬化します。
こんな感じで仕上がりました。一番下の段はたっぷりと泡が詰まっているようなイメージにしたいので、9個から13個のビーズをランダムに配置していこうと思います。そしたらニッパーなどを使って余分な針をカットしていきます。はい、それでは次のキーキャップ、このくらいですね、埋まるくらいまで作ったら、針をカットして余分なところはさらにヤスリがけが必要であればヤスリをかけていきます。滑らかな状態になるまで、削ってください。こんな感じで、出来上がりました。どんどん作っていきたいと思います。こちらは10個ほどビーズを入れたものなんですが、少しスペースがあって下のフィルムのカラーが見える方がなんとなくおしゃれかなと思いました。少し見えた方がいいですよね。はい、これで下の段出来上がりました。それでは次、こちらの段、下から2段目の段に行きたいと思います。今度は3523のモールドを使ってまた同じフィルムですね、ミラーパープルを使っていきます。こちらにはですね、ビーズを6個から7個配置していきたいと思います。先ほどの一番下の段よりも少し個数を減らして、少なく見えるようにしていきたいと思います。はい、ブルーの反射がとっても綺麗ですね。こちらのフィルム、正面から見たり角度を変えたりするとまた違った色に反射したり見え方が変わってきたりして、とっても綺麗なフィルムだなと思いました。このクリア感ととっても相性がいいですよね。はい、これで1つ目完成です。こんな感じでどんどん作っていきます。1234567、こちらには7個入れて、こちらは6個です。ランダムに配置をして、少し上の方に行くにつれて少なくなるように配置をしていきます。はい、下から2段目の段完成です。この6個から7個のビーズを入れた配置はフィルムとの見え方のバランスが一番いいかなと思いました。ここが終わって、それでは下から3段目の段、こちらに行きたいと思います。今度は3522のモールドを使っていきます。ここからですね、フェアリーブルーというさらに色が薄いフィルムを使っていきます。こちらのフィルムが今回の4種類の中で一番素材が柔らかいものでした。少し曲げてしまうとすぐに傷がついてしまうので、扱いが少し難しかったです。そしてこちらの3522の段にはオーロラビーズを2個から4個ほど入れて配置をします。それでは取り出していきます。はい、こんな感じで反射も少し薄く、先ほどのブルーよりも少し薄い印象になりました。針を取って1つ目出来上がりです。それでは、ここから、同じようにどんどん作っていきたいと思います。少し柔らかい印象ですよね。そして、ビーズが、2個から4個だと少し寂しいかなという気もいたしますが、これは全部並べた時にちょうどいい感じになるので、一つ一つを見るよりも全体で見た時にバランスがいいかなと思います。
こちらで文字キーのパーツが出来上がりました。並べると綺麗ですね。それでは一番上の段、数字キーのところを作っていきたいと思います。最後のグラデーションのところなので、ほとんどビーズは入れない予定ですね。それでは、先ほどと同じようにフェアリーブルーのフィルムをのせて、これはですね、一つも入れない状態で作りました。オーロラビーズを入れるところと、2個まで入れるという感じで決めて配置をしていきました。0から2個ほど入れていきます。はい、出来上がりました。何にも入ってないですね。ですがこのクリア感がとても綺麗だなと思いました。これだけでもね、十分デザインとしてはいいかなと思います。氷ネイルのようなうるうる感が出ますよね。ビーズが1個だとちょっと寂しいかなという気もいたします。こんな感じで3521数字キーのパーツが出来上がりました。ほとんどビーズは入っていない状態です。それではスペースキーやその他の文字キーを作っていきたいと思います。まずはスペースキーから、スペースキーの長さに合わせてオーロラファイバーをカットします。そしたら接続パーツのところにレジン液を流して、しっかりと広げて硬化します。そして、ここだけですね、エアクッションマジックパウダーペン、オーロラパウダーを、使用していきたいと思います。先ほど硬化したレジン液の上にポンポンポンとこすりつけてオーロラパウダーをのせていきます。そしたらシリコンモールドの上にもトントントンとクッションを押し当てて、こんな感じで全体にパウダーをのせておきます。側面も忘れずにしっかりとまんべんなくパウダーをのせます。こんな感じで準備ができました。そしたら、モールドの方にレジン液を少し流して先ほどカットしたファイバーをランダムに配置していきます。少しカーブをつけたように配置をするとクラゲの触手のように見えてきます。硬化をしたらこちらのモス、カラーグラデーションモスを配置したいと思います。これがですね、グラデーションのカラーになっていてとっても綺麗なモスだったんですよね。ピンクもありますので、外側に濃いブルーを配置して間にピンクを入れてカラーを見ながら配置していきたいと思います。こちらのモスはレジン液に浸ると少し透明感が出た質感になります。それがとっても綺麗でサンゴのようにも見えますし、海藻のようにも見えて、このカラーと質感を生かしたかったので、このスペースキーにはフィルムを入れず、クリアがより際立つパウダーに仕上げました。はい、それでは先ほどの接続パーツを配置して硬化したいと思います。スペースキーはレジン液の量が多いので反りやすくなってしまいますので、保冷剤を使って冷やしながら冷ましながら、指で固定しながらゆっくりじっくり硬化をしていきます。詳しいスペースキーの作り方はスペースキーだけの動画がありますので、そちらをご覧ください。はい、硬化が終わりました。とっても綺麗ですね。少しパールがかってオーロラの質感も残りつつ、クリアをしっかり出した仕上がりになりました。ある程度バリが取れたらヤスリを使って全体をサンディングしていきます。
そしたらですね、こちらのスペースキーはパウダーで仕上げておりますので、裏面もコーティングをしておきます。そしたら、今回ステッカーを使って文字を入れていきます。ステッカーで文字入れをしたら、ノンワイプトップコートを全体に塗って表面をコーティングしていきます。はい、スペースキー完成いたしました。並べてみるとしっくりきますね。それではその他の文字キー、こちらですね、クラゲのステッカーとフィルムを用意しました。こちらをですね、全部に埋めていきたいと思います。そして、こちらはカットされているものなのですが、モールドの中に収まりきらなかったので、少し端をカットして沈めていきます。そしたらファイバーをカットして、こちらもランダムに配置をします。このファイバーがあることで、クラゲの触手が、しっかりと浮き上がってくる、そんな印象となりました。そしたらモスを配置して、フィルムをつけた接続パーツを乗せて硬化をしたら、こんな感じで仕上がっております。今回その他の文字キーはすべて不透明のフィルムを載せております。こちらの不透明のフィルムは少し色が濃く見えるので、クラゲのような薄いステッカーでもふんわりとした印象で映えるので、すべてのその他の文字キーにクラゲを配置しました。で、こちらのエンターキー、実はすべてのキーキャップの中で一番のお気に入りです。触手のファイバーのバランスと、このうっすら見えるクラゲが、一番バランスがいいかなと思ったキーキャップでした。そしてネイル用のカラージェルブラックを取り出して、ステッカーに入っていない文字や記号はこのように筆で書いていきます。はい、これでスペースキー、そしてその他の文字キーが出来上がりました。今回はですね、スペースキー以外は不透明のフィルムをバックに使用して、オーロラパープルとマーメイドブルーを交互に配置するデザインにしました。
周りを濃い色で囲んで、真ん中をクリアで仕上げるというデザインです。どちらもすごくキラキラしてオーロラの反射がとっても綺麗ですよね。それでは3524のモールドを使って矢印キーを作っていきます。矢印キー、今回はですね、この丸い、ちょうどいい大きさのクラゲちゃんがいたので、この子を、全て矢印キーに入れていこうかなと思います。バッグは全てオーロラパープルで仕上げたいと思います。いつもですね、矢印キーはタピオカのような半球のものを使用していたんですが、今回はちょうどいいクラゲちゃんがいたので、こちらを使用していきたいと思います。パープルの背景にホワイトのクラゲが映えますね。はい、ベースが完成いたしました。矢印の方向に濃いホワイトが出るようにクラゲちゃんを配置しております。で、矢印のステッカーもないので、こちらもカラージェルを使って矢印を描いていきます。硬化が終わったらノンワイプトップを塗って矢印キーも完成です。矢印キーをここに入れて、全体像はこんな感じです。はい、こちらでエスケープキー以外のすべてのキーキャップが揃いました。これだけでもとっても綺麗だと思うので、ここで完成でも大丈夫だと思います。グラデーションにもなってますしね。ですが今回は、メインのクラゲちゃんをペイントしたいと思いますので、養生テープを用意しました。テープはどんなものでも大丈夫だと思います。そしたら、こちらのクリアの文字キーの部分だけ同じように、配列をして、固定をしていきます。ここでですね、キーボードと同じ配列になるように配置をするのが少し難しかったかなというところですね。バランスが同じようになるように固定をします。大丈夫そうですね。そしたら、端を折って少し作業しやすいようにしておきます。はい、イメージはこんな感じですね。だいたいこの位置に線が来るようにできればいいなと思います。それではホワイトのカラージェルを取り出してしっかり攪拌しておきます。そしたら、筆にカラージェルをたっぷり取ってもうざっくりと描いていきたいと思います。こちらですね、どんな風になるのか私も想像がつかなかったのですが、やっぱり一つ一つ分かれたパーツの上にアートをするというのがとっても難しかったところですね。どうしても境目のところが線が入らないので、そこをどういうふうにつなげるかというのが、今回の課題ではありましたが、クラゲなので少しふんわりとした幻想的なラインが描けたらいいなと思って、筆を進めていきました。この時点ではですね、まだよくわからないんですけれども、薄くても大丈夫ですので、下書きのようにイメージ通りに線を入れていきます。そしたら、だんだん濃くしていってグラデーションを作っていきます。少しずつ内側にぼかすように線を入れたり、今引いた線を広げていって、クラゲの透明感のようなものを出していきます。こんな感じでしょうか。
はい、そしたらですね、ライトを使って硬化をします。全体に当たるように、動かしながらしっかりと硬化をさせます。そしたら、細筆に切り替えてより濃い線を描いて、アウトラインを際立たせていきたいと思います。これをすることでだいぶ線がくっきり見えて、なんとなくクラゲの形が見えるかなという感じですね。近くで見るとこういう感じです。細かい作業ではありますが、この線を入れるのと入れないのとではだいぶ違うかなと思いますので、少しずつ丁寧に線を引いていきます。これ仕上がって思ったんですけれども、ブラックやグレーを使ってアウトラインを引いてもいいかなと思いました。はい、線をくっきりさせて硬化をします。硬化が終わりました。そしたらですね、トップコートを塗る前に一つずつ文字のステッカーを入れて文字入れをしていきたいと思います。前回の動画で文字入れのためにテプラを購入したんですけれども、今回のこのデザインにおいては、よりくっきりとした文字が見えた方がメリハリが出るかなと思いましたので、今回はステッカーを使用して作っていきました。そして、今回はですね、記号もステッカーを駆使して少し工夫をしていきたいと思います。V のステッカーがあまり減らなかったので、ここをカットしてラインのステッカーを作りました。これをこんな風に配置して、はい、イコールの出来上がりです。で、等記号に関しては V を横にして今回使用してしまいました。なるべくね、統一感があった方がいいかなと思いましたので。こちらもですね、このカンマが2つ重なったようなステッカーはあったんですが、上が丸なのでここをちょっとカットして使用させていただきました。はい、文字入れが完成です。そしたら、トップコートを1つずつ塗って、コーティングをしてキーキャップの完成です。で、これからアートをするものは一度トップを塗ってから、アートをしていきたいと思います。下のホワイトのカラージェルとブラックが混ざってしまいますので、一旦コーティングをしてから、残りの記号を書いていきたいと思います。はい、それでは最後のエスケープキーです。オーロラパープルのフィルムをバックに、モス、それからファイバー、クラゲちゃん、すべて詰め込んで、ゴージャスな仕上がりに、なりました。そしたら最後一粒クリスタル、今回はですねオーロラクリスタルにしました。はい、これで全てのキーキャップの完成です。お疲れ様でした。やっぱりこうして並べてみると圧巻ですね。今回はオーロラの反射とうるうる感がとっても綺麗な、こんな幻想的なキーキャップが出来上がりました。早く装着してみたいですね。どんな感じになるのでしょうか。
それでは、キーキャッププーラーを使って元のキーキャップを外してクラゲキーキャップをつけていきたいと思います。それではスペースキーからつけていこうと思います。ここがですね、いつもうまくはまるか緊張するのですが、今回もなんとか大丈夫そうですね。ちょっといつもより帰りが重いかなという印象はありますが、なんとか使えそうですね。それではどんどんキーキャップを取り付けていきます。この瞬間がですね、一番ドキドキして緊張する瞬間ですね。大丈夫かなという気がするのですが、最後のエスケープキーをつけて、はい、完成です。お疲れ様でした。いかがでしょうか。今回はですね、このままでも本当に反射が綺麗でパルチャンネル史上最高のオーロラ感といった仕上がりになりました。とてもいいですね。思っていた以上にカラーの差が出たので、幻想的な仕上がりになったかなと思います。もっと色の差が出ないと思っていたんですけれども、こういった仕上がりになりました。押しても大丈夫そうですね。キーボードとしても使えそうです。それでは早速ライトアップです。キャーはい、かなり幻想的に光っております。いくつかパターンを試してみますね。ライトアップされるとクラゲ、ペイントしたクラゲは少し見えにくくなってしまいますが、ホワイトが入ることによって少し柔らかい印象になったかなと思います。やっぱりアウトライングレーで入れてもいいかなと思いました。全体像はこんな感じです。レインボーに輝くともうクラゲのカラーですよね。ライトを消してみます。もうこうなるとペイントは見えないので、今回もですね、少しライトアップした状態で見るのが一番いいかなと思いました。はい、それでは試し打ちしてみます。文字打ちも問題なさそうですね。キーボードとしても使うことができます。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。夏の自由研究ということでまだまだキーボード作っていきます。よろしければまた遊びに来てくださると嬉しいです。UV レジンジェリーフィッシュキーボードでした。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。Twitter、Instagram、TikTok、その他 SNS、使用材料などはすべて概要欄に記載しておきます。